集合場所はここです。のぞみちゃん、こっちこっち。はーい。そんなに走ると転びますよ。大丈夫だ、行かせてやれ。芝生だから転んでも心配ないだろ。何があった？ナビゲーター、ナビゲーター遅い。みんな待っておるぞ。全員揃ったな。ではまず願望の湖に向かおう。意気揚々だな。だってあれじゃぞ、願いを叶える湖じゃぞ。わらわが小さい頃、絵本で見たことがある。俺もなんとなく湖と3つの願いってやつか？それじゃあナビゲーターは物語のキャラクターみたいに欲張ってはダメじゃぞ。もちろん人間は失敗に教訓を得る生き物だからな。では改めて私たちがまとめた願望の湖の仕組みを説明する。原則として願望の湖が具現化できるのは我々の記憶に存在したもののみとなる。我々が使っている電化製品や日用品、それに食物や電力は湖に願って手に入れたものだ。その回数は人によって異なる。そしてもし幻想の中でどうしても手に入れたいものがあるなら、その願いにも応えてくれる。じゃああの刀は？そう、あれが私の願いだ。想像したのはアーサー王の聖剣だ。でも私の力では伝説の武器を具現化することはできなかった。あるいは欲張り者に湖が罰を与えたのかもしれないな。その結果がこの太刀だ。大声で呪文を詠唱しないと使うことができない。それにしばらくの間、私は願望の湖で願いを叶えることができなくなった。物語の中の湖と似ているな。神様は欲深い人が好きじゃないんですよ。みーちゃんもそう思う？ああ、もう分かったよ。その湖なのか？そう、あれが願望の湖だ。水面に手を当て心から願えばいい。物はどんな形で出てくるんだ？内緒だ。絶対にびっくりするぞ。じゃあ最初は私に試させてください。あれは？でっか！湖の乙女のお話じゃ。本当に想像通りのものが届きました。ドロシーさん、それは？これは神殿から逃げるときになくした予言書です。本当に同じ内容です。不思議ですね。その本じゃなくてそっちは？こっちですか？着替えや日傘、それとデッキチェアですけど。何か問題か？この辺りの砂浜はバカンスにうってつけだ。みんなできれいに整備して休みの時は遊びに行っている。は
花が沈みました。次は私、いいですか？バイオリン？そうです。あれ、本当にのぞみちゃんかの？昨日の夜ののぞみちゃんとは全く別人みたいですね。すっごくエレガントスカリ、じゃぞ。なんじゃ？バイオリンが弾きたいのか？わらわが？わらわには無理であろう。無理じゃない。君はスカディなのだぞ。え？私は進学のためにバイオリンを習ったことがあった。先生曰く通常で5年分の内容を2ヶ月で習得したそうだ。我々には音楽の才能があるんだ。そう難しいことではないと君は知っているはずだ。嫌じゃ。わらわには世界を救う大事な任務があるのでな。はい、これで終わりです。久しぶりに演奏したんですけど、どうでしたか？今まで聞いた演奏の中で一番素敵でした。もしかして有名なバイオリン奏者なんですか？私、褒められるのは好きなんです。もっと褒めてください。なんだか今夜はぐっすり眠れる気がするよ。ナビゲーターさんは褒めるの上手ですね。先生、バイオリンを習いたいのじゃ。教えてください。さっきまで嫌そうだったのに。そうじゃったか？わらわも湖に願ってくるぞ。おう、来たぞ。刀身のない塚？もしかして私の忠告を聞かずに変な願いをしたのか？不完全な武器は役に立たないぞ。見くびるなよ。あら、塚からお水が出てきましたね。水ではない、ライトセーバーじゃ。最後は俺か。真面目なものばかりだな、海パン以外は。最後のは余計だ。ハイテクな品揃いですね。サングラス以外。真似するな。ナビゲーターも砂浜に一緒に行きたいのか？なら言っておくが、砂浜を使う時間は女子と被らないように。え？それじゃあ砂浜には俺一人だけってこと？冗談だ。でも本気で落ち込んでいたように見えたかな、ナビゲーターくん。ほっとけ。欲しいものも揃ったし、そろそろ学校へ戻りましょうか。もしまた何か欲しいものがあったら後で取りに来るといい。
これからの予定だが、今日からみんなには広報勤務を手伝ってもらいたい。ドロシーさんの予言を解読しなくていいんですか？この場所についても知らないことが多い今、ドロシーさんの予言が何かヒントになるかもしれません。あの予言ですが、何かあったのか？解読が難しいというか、あんな変な予言は初めてです。糸口すら見つからなくて、まだ時間がかかりそうです。それなら現在を討伐しに行くのはどうじゃ？早く新しい武器を試したいのじゃ。ちょっと待て。島に現れたモンスターが現在だと？ゆうべスカディが言った通りなら現在で間違いないはずだ。現在退治はそう急がなくてもいい。むやみな戦闘は無駄な疲労のもとだ。それにお前たちが来る前にあった現在との戦闘からも課題が見えてきた。結果はどうだったんだ？負傷者は？戦闘員5人が軽傷を負った。今は全開して経過観察中だ。もう全開したのか？医療型の器具を手に入れた仲間がいたんだ。同時に武器を手に入れた者もいる。そのおかげで我々は2つのエリアを制圧することができたんだ。なるほど。そういうわけでひとまず後方勤務を整え練習もすることにした。この期間中は3人1組の小隊を組んで残り2つのエリアにいる現在の数およびその攻撃手段について探査してほしい。そしてスカディは期間中私と一緒に行動すること。待て待て、どうしてわらわだけなのじゃ？私のこともっと知りたくないのか？もちろん知りたいぞ。では私と同じチームに入れ。それはできぬ。同じチームに入ったら生前の刃を貸してやるぞ。本当か？やったー！入る入る！ちょろいな。それなら私もそのチームに入れてもらえませんか？何か面白いことが起こりそうだって予感がするんです。ということはこっちのチームは2人だけか？大丈夫だ。京子にも参加してもらう。では準備を始めよう。その前にちょっと会長と2人きりで話をさせてくれ。スカディをそっちのチームに入れたのは何か理由があるのか？なぜだろうな。そうした方がいいと思ったんだ。あの子はお前と一緒にいればきっと自分の命も顧みずにお前を守ろうとするだろう。だが私はあの子を危険な目に遭わせたくない。スカディと俺のことを舐めてもらっちゃ困るな。それに何より自分とあの子の差を見極めたいんだ。バイオリンを奏でる唯一が望みはまるで人が変わったように見えた。あの刀を取ったスカディにもまた同じものを感じた。それがモンスターとの戦いを生き抜いたものということなのかな。まだ諦めてないのか？もう言わないと約束した。だがいつかはお前から誘ってもらうつもりだ。大した自信だな。当然だ。なぜならわらわはスカディじゃからな。